どうも、カイです。今回もウェールズのアングルシー島に来ています。で、今回は全然心霊と関係ないんですけど、家から歩いて10分ぐらいのところにもめっちゃ自然がこうやってあるんで、アングルシーの島の美しい景色とともに、どんな感じの場所なのかっていうのを紹介できればと思います。今回はウェールズ編最後の動画です。ウェールズの自然を中心に取りだめた動画を一挙大放出します。このチャンネルは教科書に載らない歴史に光を当てるチャンネルです。ぜひチャンネル登録お願いします。まずはケブニ川と貯水池です。ケブニ川はアングルシー東部から南西に流れる川で、中流域には自然が残されています。ケブニ川に架かる橋も趣があっていい感じです。で、あれ線路なんですよね。これは廃線になった線路で、1964年までアングルシー島の南部を貫いていたそうです。Yeah, also I'm posting every day. はい、これがジャックです。ロンドン時代、フラットメイトでした。すごい自然豊かなんですけど、この島の中心都市から歩いて10分ぐらいのところでもうこんな自然なんで、なんか北海道にいるみたいな感じですね。いろんなところから湧き水、川流れてますね。もう今撮ってるのは11月中旬くらいなんですけど、秋めいてて紅葉早いですね、こっちの方が。ほんと綺麗です。落ち葉がめっちゃ溜まってる。ジャックが説明してくれたんですけど、苔が蒸してる木っていうのはヨーロッパではレアらしくて、ウェールズすごい雨降るんで、そのおかげでそういう豊かな環境が残ってるそうです。なんか開けた綺麗な場所に出てきました。ファンタジーの世界みたいですね。癒しを求めてる時に染みそうな景色ですね。この先の貯水池を見に行きましょう。やっぱこういう道はちょっとアドベンチャー感がありますね。貯水池見えてきました。普通に水溜める人工のダムみたいな感じですね。結構古そうだな。この貯水池は島民の飲み水確保のため、第二次世界大戦中の1940年代に作られました。このダムはその時からあるものです。ダムから流れてきたこの水がこの橋の下を通ってケブニ川下流に向かってます。これがダムの上の貯水池です。ボートを漕いだり魚釣りができるそうです。貯水池横のダムの上歩けるようになってます。いやー、なんか年季入ってますね。ケブニ川はこんな感じでした。それでは他のスポットを見ていきましょう。次に紹介するのはエラリです。これまでの動画でたびたび映ってるんですけど、ウェールズ北部にある山岳地帯です。見ての通り綺麗な道が整備されているので、この山岳地帯をドライブできます。今回は簡単にエラリの成り立ちや雰囲気を紹介します。まずはエラリの地形ですが、山々を縫うように谷が形成されているのが特徴です。その理由ですが、エラリが火山と氷河で形成されたことが理由です。450年前に火山活動でエラリの山々が形成され、250万年前に氷河が山を削ったことで削られた部分が谷のようになりました。日本でよく見る山に比べてもかなりゴツゴツした印象を感じるんですが、氷河の影響が大きそうですね。第2の特徴ですが、エラリには100を超える湖があることで有名です。夏には湖で泳ぐ人もいるんですけど、昔貝が入った時は鬼寒かったです。ただとても綺麗な場所なので、機会があれば行ってみてください。今日はヒャンディドゥノに来ています。ここは海沿いの丘が特徴の19世紀に開発が進んだリゾート地で、イングランドから多くの観光客が訪れてきた場所です。ルイス・キャロルもここで多くの夏を過ごし、一緒に時間を過ごした友人の娘を見て着想したのが不思議の国のアリスと言われています。
そんな綺麗な街なんですが、ここには幽霊が出ることで有名なグランドホテルというところが存在するので、ぜひ一緒に見ていければと思います。ヒャンディツノにはビーチはもちろんのこと、陸から海に向けて700メートルほど伸びている桟橋があります。ウェールズで一番長いらしいです。そして幽霊ホテルは桟橋の横にあります。海と陸の間に作られた感じですね。下は岩と同化していて、上はちょっとメルヘンな感じがします。1900年に開館してからチャーチルやビートルズなどが泊まった由緒あるホテルです。ただ地下のバーで心霊現象の報告が相次いでいて、いきなりワイングラスが割れたり、バーカウンターの奥に霊が見えるそうです。今回は宿泊できず中を見ることができなかったので、次回の渡航の際ぜひ宿泊したいなと思いました。今回はアングルシー島ケマイスベイに来ています。島の北端に位置するここですが、ウェールズの中でも海岸線が綺麗なことで有名な場所なので散歩してみましょう。すごい謎なの、これどうなってんだ。駐車場のすぐ隣なんですけど、池になってる。ただの水たまり。矢印的にここ進む感じなんですけどね。結構深そうです。下が全然見えないです。しょうがないんで大回りします。海沿いに進んでみますか。めっちゃ綺麗。もう海がここなんですけど、干潟みたいな感じになってますね。で今満潮なんで、駐車場の目の前まで水が来てるみたいな感じです。であそこに見えるの多分原発ですね。前日立が関わってたんですが、気づいたら撤退したそうです。にしても風が強い。海沿いに教会の廃墟みたいなのがありますね。廃墟遠目に見るとこんな感じです。これ中入れんのかな。あれですね。これ危ないんで中さすがに入っちゃいけなそうな感じしますね。すげえな、やっぱボロボロだな。屋根がほとんど落ちてる。なんで廃墟になっているかは謎です。よし、海行きましょう。海の音が聞こえる。あれが西の果てですかね、この島の。なんかあの島に灯台が見えます。風が強いですが、波は穏やかです。あれがケマイスベイの先端ですね。まあこんな感じで、もう目の前海です。で、あそこが我々が車止めた場所なんで、まあ歩いて15分ぐらいですね。寒いので駐車場に戻りますか。いや、太陽が出てきて幻想的な感じになりました。海以外も見どころがある。で、なんだろうこれ。ライフボートが置かれた記念みたいな感じですね。これが中洲か。さっきまでここ水流れてたんですけど、潮が引いて渡れる干満差がすごい大きいな。1時間半くらい散歩してたんですけど、ちょっと衝撃ですね。駐車場の水たまりみたいなのが引いて、さっきまで歩くのは大変だったんですけど、道が空いてます。ケマイス散歩はこんな感じでした。最後はホリーヘッドの防波堤です。ホリーヘッドはアングルシー島西に突き出た港です。この港からはアイルランド行きのフェリーが出ていることでも有名です。ホリーヘッドに向かっているフェリーだと思ったんですけど、突然旋回し始めて、そこにヘリが着陸しようとしてますね。急病人でもいるんでしょうか。ホリーヘッド港には全長 2.7 キロのヨーロッパで一番長い防波堤があります。防波堤の上を歩けるようになっているので、先端まで行ってみましょう。もともとこの港は風が強いと近づけなかったことから、1846年から73年にかけてこの防波堤が作られました。会のひいひいおじいちゃんも建設作業員として防波堤作りに関わっていたそうです。内陸側を見ると、ここからもエラリが見えます。とても小さいですね。反対側には島が見えます。スケーリー島という無人島で、海鳥の繁殖地になっているほか、周囲にはたくさんの座礁船が沈んでいることでも有名です。
ようやく防波堤の先端が見えてきました。先端には灯台があります。塗装してありますが、灯台自体は古そうですね。釣り人いますね。そして夕日が綺麗です。日が沈む前に帰ります。2ヶ月以上にわたってお送りしたウェールズ編ですが、今回で完結です。ウェールズシリーズご視聴ありがとうございました。今回はここまで。それではチャオ。